んこんにちは、ふゆみんです。今日はプチファスティングを1週間終えた結果についてお話ししていきたいと思います。先日アップロードした動画ではベストボディジャパンというボディコンテストの出場に向けて1週間前の体重やボディサイズの計測を行いました。そこからですね、本番に向けていろいろ調整を行いましたので、まず最初に1週間プチファスティングを行った結果としてボディサイズと体重の結果をご覧いただきたいと思います。そしてこの1週間で行ったプチファスティングだけではなくって運動は何をしたのか、その他に減量に向けて何をしたのかというのをですね、一緒にお話ししていきたいと思います。そして1週間の間にモチベーションをキープする方法などについても触れていきたいと思います。ではまず最初にですね、ベストボディジャパンの大会の当日の朝計測を行っていますので、こちらをご覧ください。皆さんおはようございます。今日はベストボディジャパンの大会当日で、もうメイクを済ましているんですけれども、今から体の測定だけ行いたいと思います。バストからですね、ほぼ変わらないですね。82センチです。ここで58センチです。87センチです。太ももは49、ほぼ変わらないですね。膝上が35、ふくらはぎが22、足首が19です。1週間のボディサイズの変化なんですけれども、ほぼほぼ変わっていません。バスト、ウエスト、ヒップ、太もも、膝上、ふくらはぎ、足首まで計測をしていきましたけれども、ウエストだけがですね変化しています。ウエストは1週間前が61センチで、1週間後がですね58センチということで3センチマイナスになりました。これはですね、運動の効果もあるのかなと思っています。では体重はどのように変化したのか計測していますので、こちらをご覧ください。腹筋はこんな感じになっています。体重測っていきたいと思います。はい、約2キロぐらいは落ちてくれたかなという感じです。朝の準備で時間がなくなってきましたので、このまま大会に向かいたいと思います。ファスティング前の体重は 49.1 キロでした。そこからですね、1週間で2キロぐらい減っていけばですね、ベストかなというふうに考えていたんですけれども、ほぼほぼ2キロぐらいですねダウンしました。当日の朝の体重は 47.3 キロです。1週間のプチファスティングで約 1.8 キロ体重の数字上は減量しました。目標の2キロはですね達成できませんでしたが、プチファスティングを始める前に減量は開始してないんですけれども、太らないように食事は気をつけていたので、ある程度ですねもう落ちにくいような状況だったと思うんですね。なのでこの1週間で約2キロぐらい落ちたというのは、計算通りになります。この1週間でどのように体重が変化したかというところなんですけれども、まずですね初日の 49.1 キロから翌日ですね2日目はですね、実は体重は増えてしまったんですね。これはなぜかというと、連休だったのでちょっとお出かけしてですね、そこで食事は取らないように気をつけていたんですけれども、結構飲み物ばかりですね。
甘いものを含めて飲んでしまったというのが原因かなと思います。そしてギリギリ50キロ目前まで行ってしまったんですね。49.9 まで増えてしまって自分もびっくりしました。なのでそこからかなり気をつけて一日一日をですね過ごしていきましたので、少ない日で 0.2 キロとか多い日で 0.7 キロダウンしていった状況になります。実は1年前にも短期間のダイエットということで緊急ダイエット動画を出しているんですけれども、私のダイエット方法は中長期的に続けるダイエットというよりは短期間で1週間とか2週間の短期間でプチファスティングをして体重をガツンと一気に落とす方法をよくやっています。これは昔からやっているんですね。なのでダンスのイベントとかある時も同じような方法で減量しています。よく友達に言われるのが1週間前と全然ボディラインが違うということで驚かれることがあるんですけれども、それはですねもうその1週間に詰め込んでファスティングをしているからかなりびっくりするぐらいボディラインが変わっているということは過去もよくありました。そのような経験を何度かしているので、今回もですね大きく失敗しなければ暴飲暴食とかしなければ大会に向けて調整はできると思っていました。1週間でたった2キロかもしれないんですけれども、ここ最近急激に体重が増えたという方はですね1週間プチファスティングするだけでもう少し減量できると思います。これはですね去年私が動画に出してますけれども、急に体重が増えたので緊急ダイエットということでヨーグルトダイエットをしているんですけれども、その時はですねかなり体重が減りました。4キロまでいかなかったと思うんですけれども、いきなり増えた体重はですねすぐに処置をすれば1週間ですぐ元に戻るので、そういった時にはぜひタイミングを見失わないうちにですねこういったプチファスティングとか自分なりのダイエットに取り組んでいただくのが一番ベターかなと思います。では1週間の中でどんな食事をとっていったのかについてお話ししていきたいと思います。1週間の中で意識するのは主にタンパク質をメインに摂るということを意識して食事をとりました。最初の1日目2日目はですね少し気楽にスタートしていくので、食事もですね流動食に変えると言いながらもちょっとだけフルーツを食べたりしています。あとはお月見がありましたので、満月ですね15夜のお月見の日と重なっていましたので、その日はですねちょっとおまんじゅうをいただきました。おまんじゅうは流動食ではないんですけれども、普通に、1個だけ限定でおまんじゅうを食べました。次にですね3日目4日目あたりは流動食に変えていきました。で最後のですね本番前についてはもうほとんど水分で過ごすというようなファスティング方法になります。具体的には1日目2日目の固形物なんですけれども、ヨーグルトにオートミールを入れたりですとか、あとは自分自身でよくプロテインバーを作るんですけれども、プロテインの粉をですねドリンクで飲むのがあまり得意ではないので、いわゆるブラウニーを作る時の粉をですね小麦粉ではなくってプロテインに置き換えて作っています。中身としてはチョコレートと卵とオイルですね、バターではなくてオリーブオイルを使っているんですけれども、オイルですね。であと砂糖は入れないです。でプロテインを入れて、そして焼くだけですね。30分ぐらい180度で焼くだけでブラウニーっぽいプロテインバーができるので、それをよく日頃から作っています。1日目2日目はですね食事をもう楽しむということではなくって、基本的には食事量を減らしていくんですけれども、タンパク質メインの固形物のみを摂取して胃をどんどん小さくしていきます。梨のお味噌汁も飲んでいました。お味噌は植物性のタンパク質ですし発酵食品で体にもいいので、特に夜になったら飲みたいなと思いますので、そのお湯で溶いただけのお味噌になるんですけれども、それでも結構満腹感が得られますのでおすすめです。
そして3日目と4日目ですね、こちらはヨーグルトなどの流動食に置き換えていきます。固形物ではないのでほぼ咀嚼しなくなるんですけれども、この頃からですね結構お腹が空いてきます。そしてもうちょっと食べたいなというような食欲もですね止めるのに一苦労するんですけれども、そういった時には飴とかガムを食べて気を紛らわしています。この3日目と4日目を乗り越えたらあとは結構楽なので、ここで頑張るようにしています。ここで挫折してしまうと今日ぐらいいいやということで食べてしまうかもしれないんですけれども、ここはですね自分に喝を入れて我慢していく時期になってくると思います。この我慢する方法の一つにですね炭酸水を用意しています。これは強炭酸ですね、結構威力の強い炭酸水を用意しているんですけれども、これで空腹をですね紛らわせるということができると思いますので、よくこの炭酸水に買い込んでいます。その他にですね牛乳を泡立てると結構膨らむので、私は紅茶に泡立てたミルクを入れることで空腹感を紛らわせることができます。その他の工夫としてはスケジュールをですね可能であれば入れてしまって忙しくすることで、空腹であることを忘れるというような工夫もできると思います。大会開始の2日前ですね、ファスティングでいきますと5日目から水分を抜き始めました。通常はですね大会の1日前ぐらいですかね、24時間ぐらい前からやっているんですけれども、今回は水抜きの経験も何度かあるのでもう1日早く水抜きを開始しました。これは様子見なので完全に抜いてはないんですけれども、基本的に我慢ができる時は水分を取らずに、どうしてもちょっと飲みたい時だけちょっと飲んじゃうっていうような感じでやっています。どんな風にするかというと、喉が渇いた時にですねうがいをします。お水というよりは私はお茶の方が好きなのでお茶でうがいをするんですけれども、普通は喉乾いたお茶飲むと思うんですね。それをうがいした時にそのまま飲み込まずに出すという方法です。でジュースを飲みたい時もあると思うんですね。でジュースの時も同じです。ジュースを飲み込まずに出します。なので喉のちょっと気持ち悪さというか、こう喉の乾燥を感じた時には何か飲みたいものをそのまま持ってきて喉でゴロゴロっとうがいをするので、味はですね感じるんですね。美味しいなって感じるんですけれども、美味しいなって感じた後にそのまま飲み込まずに出すという方法なので、これは意外とそんなに大変ではないと思うんですね。これ人によるかもしれないんですけれども、水抜きをしてるよというふうに話をすると結構びっくりされることがあるんですが、やったことない方が思うよりは私はそんなに大変じゃないなと感じています。でこの水抜きなんですが、ボディコンテストだとか、あと撮影をする時とか直前に水抜きをしているともう全く体のボディラインが違うので、できる人はやった方がいいんじゃないかなと思いますが、これはやはり健康にも影響してきますので、自分の体の様子を見ながら行えるとベターかなと思います。結構この期間って少しふらつく時もあるので、もう食べてないので元気出ないという時もあるんですけれども、ちょっとそれは気のせいかなと思い込むようにしていて、ただ気合だけでは元気が出ないので糖分を取るとですね復活するんですね。なのでそういう時に飴とかを舐めていました。ダンスのイベントとかではですね、楽屋や控え室に入ると1日分の食料を持ち込んでいます。お弁当だったりお菓子だったり、あと水分もたくさん取るのでペットボトルも1本だけではなくってもうちょっと持ち込んだりしているんですね。そして周りのお友達に配る用のお菓子を持ってきたりしていて、結構ワイワイやっているんですけれども、このボディコンテストはもう全くそんな雰囲気ではなくって、
とにかくですね、朝からスタートして夕方まである大会でもお弁当一つ見たことないですね。おにぎり1個とかちょこっとだけ小腹が空いた時に食べていらっしゃる方はいるんですけれども、私もですね、万が一のためにおにぎり1個持ち込んだ時もありましたが、やっぱり食べなかったです。ギリギリもう我慢ができるのであれば、やっぱり今までの努力をですね見せる瞬間のその瞬間が来るまで、できるだけ水分も食べ物も一切取らずに完璧な状態でステージに立ちたいので、もうずっと我慢を続けていますし、そこにいらっしゃる方に対してもなんかお菓子を配るということもしていないですね。そういった準備もしていません。そんな雰囲気なんですが、これは時と場合によると思いますので、なんとなくこんな雰囲気の楽屋だと思っていただければと思います。ご紹介したような食事を続けているとモチベーションがですねなかなか続かないよという人もいると思うんですけれども、先ほどお伝えしたように自分の空腹感を満たすためにですね炭酸水を飲んだり、あとはミルクを膨らませたりという工夫、先ほどお伝えしたように自分の空腹感を満たすためにですね炭酸水を飲んだり、あとはミルクを膨らませたりという工夫も自分自身ではできると思いますが、一緒に食事をとっているお友達だったり家族やパートナーからもう少し食べてもいいんじゃないのっていうような悪魔のささやきがですね悪魔のささやきに聞こえるんですけれども、その優しさですね、優しさで声をかけてくれることはもうしょっちゅうあると思うんですね。ですけどそういった時には、心を鬼にして、それはいらないというふうに自分の中でルールをちゃんと決めればいいと思います。目の前で美味しそうなものをですねみんな食べていると思うんですけれども、だからって言って食べたくなるようなマインドもチェンジしてしまって、自分は一緒に食事の時間を楽しんでるけれども、私はこの量で十分足りるからみんなが美味しく食べているのを見ているだけで幸せだなというふうにマインド自体を変えてしまうと乗り切れると思います。で、ものすごく心配されることもあるんですね。たったこんだけの量で1日生きてるのみたいな、そんな感じで心配される時にはちゃんと説明してあげればいいと思います。ファスティングってそもそも美容法や健康法の一つだと思います。で一定期間食事を極端に減らしたり抜いたりすることで、胃に回っていた血液の量を極端に減らして消化器官以外にですね血液を送ることで肌ツヤ、髪の毛とか肌とかがツヤが良くなったりですとか、他の病気が治ったりですとか、そういった健康面とか美容面の期待ができるような仕組みなので、心配されるお友達や家族がいらっしゃったら、ファスティングはしているけれども全然これ健康法だから心配しないでねというふうに説明してあげればいいんじゃないかなと思います。次にこの1週間で行っていた運動についてお話ししたいと思いますが、やはりボディコンテストに出るので筋トレは毎日欠かさずしていました。基本的にはお腹のくびれを見せたいので、腹筋をですねちゃんときれいに見せるための腹筋のトレーニングと、あとは自分がお尻から太ももにかけてボディラインが気になっているので、そういったヒップアップのトレーニングですね。そして腕のラインですね、肩のラインもしっかりときれいに見せたいのでプッシュアップ、このセットですね。これはマシンを使ったり自重だったりで、毎日欠かさずトレーニングをしていました。ファスティングをしているせいでちょっとフラフラしてパワーが出ないという時もあると思うんですけれども、実はですねこのファスティングをしている期間の方がもりもりとパワーが出るというような、そういった実績もあるそうなんですね。なのでそこも
マインド次第なのかなと思っています。実際に私もですね、食事量を極端に減らしたりだとか、ある時点から水分も抜いてますけれども、だからといってこのトレーニングがですね、一連のトレーニングができないというようなことは全くなかったです。自分の中のマインドを変えてどんどんパワーが出てくるというような、そういったマインドをセットしてもらうことで、ちゃんと筋トレも毎日継続できますので、皆さんもチャレンジする場合には、食べてないからもうフラフラになりそうっていうようなネガティブな思考は一旦捨てていただいて取り組んでいただければと思います。このように極端なファスティングを始めると、ファスティングを始めて数日後ぐらいにですね、宿便が出るんですけれども、私はですね、今回それがなかったです。お腹にある便がまだ出ていないのかなというのを感じたので、そういった時にはですね、本番の直前ではなくって3日ぐらい前にですね、便秘薬を飲んでいます。でこの便秘薬もですね、個人的には普通の量を飲んでしまうと効きすぎるので、半分ぐらいの量を飲んでみて、ゆるくお腹の中にあるものを全部出しておく、出し切っておくという形をとっています。やはりボディコンテストでは本当にみんなお腹とかぺったんこなんですね。しっかりと体が絞られていて、お腹なんて本当にペラペラなので、やはり余計なものがお腹の中に溜まっていると、そこが薄くならないので、できるだけ3日ぐらい前までにはですね、完全に出し切っておきたいので、私は自力で宿便とかが出ない時にはちょっと薬の力を使ってお腹から出しています。ですね、1週間の中の過ごし方です。でこの結果、最初にご覧いただいたようにウエストがサイズダウンしたりだとか、体重としては数字で2キロぐらいですね、ダウンすることができました。大会の当日の体脂肪率は 20.2% でした。こんな感じでですね、私は自分の慣れた方法でいくとプチファスティングが一番やりやすいので、この方法をいつも行っているんですけれども、皆さんもですね、自分に向いたダイエット方法ってあると思うので、それを継続するのが一番なのかなと思いますが、中長期戦が難しいなという方はですね、ぜひ今私が紹介したプチファスティングですね、これを自分なりの方法で、自分が無理をしないようなペースでやってみていただければと思います。いかがだったでしょうか。今日は1週間のプチファスティングの結果と、その1週間の中で取り組んだことについてお話をさせていただきました。こちらの動画が非常に参考になったよという方は、ぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。